いやー、ここ最近ほんとよく降りますよね。この間の台風、皆さん大丈夫でしたか？我が家はね、特にね、被害は出ませんでしたが、本当明日は我が身だと思ってね、できることやっとかなあかんなと思いますよ。皆さんがね、落ち着いた環境で、今回もね、この動画にお付き合いしてもらうことを願いつつ、始めていきたいと思います。ということで、いつも通りね、もらえるものは大体何でももらう田舎者です。マジでね、お宝もらってきましたよ。単管パイプにこのきれいめの角材、そして大量のたるき止めクランプですね。これでまた庭にね、ゴミ置き場を増やせそうですよ。で、前回まではこの荒れ果てたね、北側の部屋を片付けて、で、とりあえず板を張って物を置けるようにしておきました。で、ふとですね、冷静に考えたら、この北側の部屋をなぜ触り始めたかというと、キッチンなんですよね。で、このキッチンが狭いし、なんか使いにくいということで、この既存の棚とかね、ちょっと小上がりになってる箇所を壊してですね、で、コンクリートを打ったりいろいろしていたらですね、壁の間に挟まってる大量のね、うんこを見つけたわけですよ。これは一体何の汚れか。で、このうんこがあまりにも気持ち悪いんで、この際ね、壁を壊すかということで取り払ったら見えてきた、この北側の部屋の惨状ですよ。ずっとね、この壁で蓋をされていて、あまり気にならなかったけど、視界に入ると非常に不快なんですよね。そんな流れでね、ここを片付け始めて、今に至るわけですよ。ということで、完全に脱線して、この部屋を触っていたわけですが、今回はまたキッチンに戻って、この開いた間口のね、左半分に棚をつけて、物を置けるようにしようと思います。で、サポートにつけていた木材を外すと、こんな感じでね、ほぞ穴があるので、ここにですね、もともとあった木材、これですね。これをはめて棚をつけようかなと考えました。で、外した木材は多分ですね、このゴミ置き場に放り込んだよなと思って探しているんですけども、行方不明なんですよね。鉛筆がないとかね、タバコがないとかやったらわかるんですけど、あんなでかい木材がないってどういうことやと思いつつね、これは神様がね、お前一回自分で作ってみと、なんか言ってるような感じがしてね、その辺の廃材で今回は作ってみることにしました。こういう作業もね、簡単そうに見えて、やってみるとね、なかなか一筋縄ではいかないんですよね。まずですね、この厚みのことを考えてなかったですね。ちょっとだけ削るか。で、グラインダーで削ってね、この微調整をちょっと繰り返したんですけども、ちょっと緩いな。いつも通りのゆるゆるですね。で、穴の奥行きとかね、しっかり測ってるはずなのに、やっぱりなんかずれてるんですよね。この辺りもね、現物でこう見てね、合うように微調整をし直しました。何回かやり直しをしてね、とりあえずハマりましたが、やはりこの辺はね、いつもの低たらくって感じですよ。で、上からまたね、この添え柱を止めておきたいので、この段差も解消しておきます。で、上段もね、同様にはめて、上からこの蓋をしておきますね。こういう感じで固定するのは初めてなんですけども、なんかめっちゃ安心感ありますね。人間が乗ってもね、全然大丈夫なんで、これは小さな感動でしたよ。で、これをベースに棚をつけていこうということで、材料を取りに西側の物置へやってきました。具体的にね、こういうのを作りたいっていうイメージはないんで、適当にね、使えそうなのを集めて、その場で考えながら作るという、いつものスタイルですが、これがね、今のところ自分には合ってるなって思いますよ。なんかね、玉ねぎ、人参、豚肉みたいな感じでね、料理に近いなって思いましたよ。で、台はちょうどですね、この収納場所に並んでたこの板があったんで、これを使います。で、これは知り合いの倉庫からもらってきたこの屋根の下地の板ですね。形もいびつで使いどころがないなと思ってたんで、こういうとこに使うとちょうどいいなって感じですよ。で、もう一枚ですね、同じような割れがなくていびつなものを探します。もう今やね、死後みたいになってるけども、このレコード盤をめくってるような感じでね、何回のないかなって感じでね、出会いを求めてるんですけどね。で、結局これにしました。節がね、なんか面白いんでね、これにしました。
傷んでるところは切ればちょうどいいサイズになるはずです。で、表面のね、ざらつきが気になるので削っていますが、この作業ね、割と好きな作業なんですよね。放っておいたら半日ぐらいね、削り続けてしまいそうなんですけど、とりあえずね、触った時にさらっとするぐらいで次に進めます。このままいったらね、板が反ってきそうなんで、補強を兼ねて数箇所にこの厚みをね、ちょっとつけてみました。そしてちょうどいい位置を探しつつね、水平になるように合わせて印をつけたいけど、すごいやりづらいと。で、そういえばこんなやり方せんでもええやんかと。今の自分にはね、これがあるんですよね。シグマンのレーザーレベル。そしてこれまたね、もらい物の三脚乗せたら最高に使いやすい。マジで何でももらっておくもんですね。で、ラインもそれぞれね、オンオフできるんで、必要な線だけ出してね、すっきり作業できます。で、この水平ラインに合わせて端材をつけて、で、その上に台をね、乗せていきます。ただね、こういうところを結局ビス止めになってしまうのがなんかもったいない感じはしますね。なんかナチュラルな感じが一気に台無しっていうかね。で、ここにね、斜めにサポートを入れることにしました。練習がてらって感じですね。で、この斜めっていうのはね、以前この物置に筋交い入れた時にだいぶ苦労したんですよね。で、ありがたいことにね、コメントでやり方を教えてくれた方がいたんですよね。で、今回筋交いとはちょっと違うけど、応用すれば、こう斜めの角度を出せそうです。26.5。1.95。要はね、入れたい場所を四角に考えて、その対角線を材料に書き写したらいいっていうことだと、自分なりに理解してますけども。で、このラインでカットすれば多分いけるだろうと。内心ちょっとね、ワクワクドキドキしながら切って答え合わせをしてみました。さあ、どうやろう。ほぼほぼバッチリじゃない。めっちゃいい感じでね、これは気持ちよかったですよ。で、後ろはちょっと弱そうなので、丸太の切れ端を持ってきました。これはもう完全にね、前回の板張りであったこのふざけた補強の延長ですね。でもこれがあるだけで全然違うと。そんなこんなでね、1段目できたので、次はね、上にも同じようにつけておきます。1段目でめっちゃ綺麗にできたのになんで2回目やるとこんなずさんなのって感じですけどね。一言で言うたら緊張感の欠如ですね。そうこう言いつつね、とりあえずできたんで、こっからはいつもの蜜蝋です。もうこれはね、自分が大好きな作業の一つですね。なんかわからんけどめっちゃ幸せ感じられますよ。気持ちいいな。もう完全にね、これフェチの世界ですけどね。木の曲線美と相まって本当快感ですよ。で、ジョーダーも塗ってこんな感じですね。やっぱ節とその周囲の美しさがすごいですよ。ただこれ残念なことにね、高すぎて下からは一切見えないと。しかもね、裏面はこの手抜きで磨いてないんで、これザラザラなんですけどね。この辺が素人仕事の片手落ちってところですよ。これでね、各地に散らばったキッチンにあったものたちですね。これをようやく戻せますよ。いや、何回見てもこの虫食いは芸術やなって思いますよ。でも地震が来たらこれ全部落ちますけどね。そのあたりはまた思いついたら手を加えます。ところでね、前回大引きの使い石ですね、これをブロックに変えたら、それは割れるよっていう声があったんで、コンクリを詰め込んでね、ちょっと周囲に流しておきました。ブロックの上に乗ってるという事実に変わりはないんですけどね、だいぶ強度は上がったんじゃないかなと思うんですけどね、素人考えですけどね。
まあ、朝と晩はね、割と冷えるようになってきたので、水風呂上がりにね、薪ストーブで温まってますよ。まあ考えたらね、この物置で去年は暮らしていたんだなって思うと、だいぶ生活の質が上がったなと思うと同時にね、なんか勢いでバーッとやっていたね、初心を忘れてるななんてね、思ったりしました。まあ、とはいえね、冬はまたここでね、過ごす時間が増えると思うので、また修行がてらね、頑張りますよ。今回もね、最後までありがとうございました。まあ、冷えてきたので、ね、皆さんも腰とか痛めないようにね、気をつけてください。それではまた。